軍の襲撃です。各員、敵の攻撃に備えよ。ミニ V ズダンスだ。カワイイの暴力が解き放たれる。うわー、エイフィー、ゾラー。カワイイへの耐性が低いエイフィーとゾラーが成仏した。隊長、僕らも時間の問題です。かくなる上は僕たちも踊っちゃえ。イエーイ。で、マギアナに先生の爪を持たせてと。にゃおは隊長、あそこで iPad を触ってるのは誰ですか？あれはポケモンバトルをもっとやりたいという未練でいつまでも成仏できないかわいそうな亡霊だよ。誰がポケモンバトルバカ自爆霊だ。あれ、違いました？勝手にコロコロするな。ポケモンバトルバカは否定しないんだね。じゃあ亡霊。しつこいな。じゃあ、なんかくっついた。あれ、よく見たら可愛いぞ。ほんとだ。取って、誰か取って。マーシャドウだ。マーシャドウ？ポケモンや人の影に潜む幻のポケモンだよ。用心深い性格でなかなか見つからないらしいよ。珍しいポケモンなんだね。でもそんな用心深い性格のマーシャドウがなんで自分から出てきたんだろう？なんか、バトルやりたそう？あ、わかった。マーシャドウって影に入るとそのポケモンの気持ちを理解できるらしいんだよ。ブラッキーの影に入ったことでブラッキーのポケモンバトルやりたいっていう強い気持ちがマーシャドウに移っちゃったんじゃないかな。なるほど。それで興奮して影から出てきちゃったのか。ブラッキーのバトルやりたい熱が感染したわけね。病気みたいに言うな。なんだマーシャドウ、バトルやりたいのか？じゃあランクバトル出てみるか？しょうがないな。じゃあ今回だけ特別に出してあげよっかな。本当は出てほしいと思ってるくせに。だって。そっか、ブラッキーの影に入ってたからブラッキーの気持ちがわかるんだね。本当はマーシャドウに出てほしいくせにしょうがなく出してあげる体を装ってたのか。素直になりなよブラッキー。マーシャドウさん、出ていただけたらとっても嬉しいです。言えたじゃねえか。ミニブイズもみんな応援する気満々だね。大人ブイズたちが仕事行ってる間うちで預かってるけど、まだ大人たちが帰ってくるまで時間あるからね。みんなで一緒に応援しよっか。それじゃあ今回はマーシャドウ構築で ZA ランクバトル行ってみよう。今回のマーシャドウの技構成はシャドウスチール、ドレインパンチ、冷凍パンチ、ビルドアップ。専用技シャドウスチールは相手の能力アップを奪ってから攻撃するという強力な技。影の頭もちゃんとマーシャドウになってる。まさにマーシャドウを象徴する技ってことよ。発生に少し時間がかかったり、発生後も元いた場所にダメージ判定が残ったりと弱点はある。弱点もそれなりにでかいよね。それでも相手を弱体化しつつ自分を強化しつつダメージを与えるというのはやっぱり魅力的。冷凍パンチはガブリアスや他のドラゴンタイプがはびこる環境では欠かせない氷技。あといつも能力アップしてる相手がいるとは限らないからビルドアップは欲しい。ドレインパンチはタイプ1の上にルカリオやメルメタル、ヒードラン、テラキオン、コバルオン、ダークライなど弱点をつける相手が結構多いんだよな。本当はシャドウパンチも入れたいんだけど今回はドレインパンチにしておいた。マーシャドウのパンチってな200種類あんねん。200種類はないです。持ち物は命の玉。あとマギアナだけど技構成はフルールカノン、徹底光線、10万ボルト、瞑想。専用技フルールカノンは威力130の強力なビーム。徹底光線のフェアリー版みたいな感じ。おお、強そう。ただ徹底光線は撃つとダメージを受けるのに対してフルールカノンは特攻が15秒間下がる。だから継戦能力は落ちるな。ヌーンフォースじゃダメなの？マギアナはムーンフォースを覚えないんだよ。他のフェアリー技はマジカルシャインかドレインキッスしかないな。フルールカノン撃つしかないって感じか。10万ボルトの枠は構築や環境によって冷凍ビームやソーラービームに変えてもいいと思う。さすが人造ポケモン、ビームの宝庫やで。持ち物はもちろんメガ進化するのも強いんだけど今回はマーシャドウで技プラス使いたいので先生の爪にしておいた。それじゃあ1戦目いってみよう。マーシャドウ頑張れ、マーシャドウ頑張れ。今回の応援はミニブイズフルバージョン。
この応援を目撃した人は幸運な1年を過ごせると言われております。新年一発目にふさわしい縁起のいい動画ですな。早速研磨してるカモがいますぜ。スチールチャンス。ナイスちなみに能力アップを奪うタイミングは潜ってすぐなんだよな。ほんとだ、もうこのタイミングでガブリアスに能力アップついてないね。ダメージが入るタイミングじゃないんだよね。想像してたよりタイミングが早いね。さてガブリアス様に交代しよう。ちなみにガブリアスって今回のシーズンでも強いの？派遣っぽいです、相変わらず。だから我々はガブリアス様とお呼びしなければならんぞ。今回のシーズンで追加されたポケモンのほとんどに強いからね。多分 ZA 終わるまでずっとお世話になるんだろうね、ガブリアス様に。ガブ様。そんなガブ様をワンパンできるのがこのマギアナだ。フルールカノン。そう、専用技フルールカノンがぶっ刺さってる。あと実は徹底抗戦でも瞑想と技プラスなら乱数でワンパンできるんだよな。は当倍なのにすっごい威力。だから鋼技のダメージが上がるメタルコートを持たせて確実にワンパンするっていうのもありかもね。あくまでマギアナがメガ進化しない方の話だね。そういうことですな。現在4ポイントでトップ。うっしっし、またいるぞ能力アップしたカモが。いっしっしいっただき。シャドウスチール。能力奪った。ドレインパンチ。ナイスそうか、相手の能力アップを奪ってから近づくから相手の反撃でやられるリスクが下がるのか。そう、相手は能力アップなしでマンシャドウと戦わなければならんのだよ。攻撃されるより先に奪えたら強いね。お互いにドラゴンダイブで飛び上がってお互いに無傷。2人で仲良くジャンプしただけ。平和な世界。なおその直後にドラゴンクローで相手のガブは始末された模様。平和なんてなかった。おい、なんかグソクムシャが急に攻撃アップした。うわこれは絶対無理。ー、何が起きたの？多分攻撃アップアイテムがちょうどグソクムシャがいるところにポップしたんじゃないかな。あまりにもついてない。クソは間違えて電流にシャドウスチール打っちゃったよ。電流は特殊タイプだからね、物理タイプの能力アップを奪わないと。ブラッキー動揺しとるな。これはもらった。何やれてない？ルカリオだ。メガ進化しないでお願いアタック。ナイスメガ進化されなかったね。俺の日頃の行いが良くて助かったぜ。単独1位取るためにあと1ポイント欲しいね。マーシャドウビルドアップ。いやー、かわいいマーシャドウが。何を驚いとる。ビルドアップ使ったんだからビルドアップするのは当然ではないか。いや、ここまででかくなるとは思わないじゃん。ナイス強っ。残り12秒。余裕のウイニングランと行こうかね。マーシャドウいい活躍したね。ナイスシャドウスチールだけじゃなくて技範囲が広いのも強いんだよね。ゴースト格闘タイプっていうのも強いよな。勝ったー。では2試合目もマーシャドウ頼むぜ。実はさっきさ、マーシャドウがビルドアップですごい怪物になるっていう夢を見てさ、なんだ夢かーって。よかったな、夢じゃないぞ。いや、夢であって欲しかったという話なんですが。草ロトミに冷凍パンチ抜群。ナイスこの冷凍パンチが欠かせないんだよな。ナイスいきなり2ポイント。マーシャドウすごい。ちょっと思ったのですが、何でしょうか。マーシャドウってシャドウスチールなしの構築も強くない？強いね。シャドウスチールは能力アップを奪うのは間違いなく強いんだけど、発生が遅いしクールタイムが長いので技の回転率は落ちちゃうんだよな。マーシャドウは素早さ種族値が125で技のクールタイムが短いので、発生の速い技を揃えてガーって回転させるのも間違いなく強い。シャドウスチールをシャドウパンチに変えるのも強いよね。その場合は相手を自動追尾する技がなくなるので、ドレインパンチの代わりにインファイトにしてもいいだろうな。現在5ポイントでトップ。マーシャドウ頑張れマーシャドウ頑張れ。ミニブイズが全員集合するのって実は動画では初めてだよね。え、そうなの？ゾロがうちに来る前にも確か一度もなかったね。今年はミニブイズが集まる動画もたまには作っていきたい所存。どうして？可愛いから。間違いないね。なんなら毎回でもいいんだぞ。毎回だとアスカが泣く。今回ガブリアスは気合のたすきなんだね。結局気合のたすきが一番活躍しやすいのかな。今回のシーズンでマギアナとかマーシャドウとかガブリアスをワンパンしてくるポケモンが増えたしな。他の構築でもみんな大体ガブリアス対策はしてくるしね。ただ気合のたすき枠って今競争率がえぐいことになってるんだよな。そうなの？
DLC や今回のシーズンで攻撃力の高いポケモンがさらに増えたからね。気合のたすきでワンパンを防ぎたいっていうシーンも増えてるんだよ。ワンパンが飛び交う怖い世界。現在8点で大量リード。こんな安心して見ていられる試合も珍しいんじゃない？まあ正月だしな、こういう試合もいいだろう。ゆっくり行こう。正月はとっくに終わりましたが、マーシャドウ頑張れ、マーシャドウ頑張れ。ちなみにマーシャドウにも気合のたすきを持たせたいんだよな。今の環境、エスパー技とかゴースト技が結構飛んでくるから。ますます苛烈になる気合のたすき争奪戦。ドレインパンチ当たらず。そう、こういう時インファイトだったら当たってると思うんだよな。シャドウスチールかインファイト、自動追尾技は一つは入れておきたい。ガブのドラゴンダイブもそれが強いんだもんね。冷凍パンチチャンス。ナイスギリ届いたか。残り19秒、9ポイントでトップ。 1位は揺るぎないね。あと1ポイント取って2桁に。シャドウスチール。ナイス2桁いったマーシャドウやったマーシャドウお見事でした。いつかシャドウパンチの型や悪ノーマルポケモンとの組み合わせも試したいな。勝ったマーシャドウかっこよかった。黒き残像、敵の魂魄をなぞりてくらえ。シャドウスチール。おお、かっこいいねその栄称。今度マーシャドウにはこの栄称をしてから撃ってほしい。印象してる間に殴られそうじゃない？あれ、マーシャドウどこ行ったんだろう。もう行っちゃったのかな。こんにちは、ルカリオ。マーシャドウいた。マーシャドウ？憲法の達人の影に潜って動きをコピーし、究極奥義を身につけたというあのマーシャドウですね。そうなの？そう言われてるな。あなたにお会いできて光栄です。ぜひ手合わせ願います。まさかのルカリオ対マーシャドウ？どっちが勝つの？ルカリオ、彼女できなくてかわいそうだって。あ、そっか。ルカリオの影に入ったから、ルカリオの気持ちがわかるのか。泣いちゃった。マーシャドウの勝ち。 Q&A コーナここでは皆さんのコメントにあった質問に答えていきます。ー。では最初の質問。ブラッキーとエイフィはいつ EV を授かったんですか？実は EV はブラッキー・エーフィーの血のつながった子供ではありません。 EV は一人でパルデア地方に来てブラッキーたちと出会いました。ニョウハもそうだし、うちの子たちはみんなそうだな。ミニブイズはなんだか不思議な出会いだったけどね。みんな見た目は可愛いけど、実は以前は野良の世界を一人で生き抜いてきた猛者たちなんです。たくましいよな。現在ブラッキー家で暮らしてるポケモンをブラッキー家にやってきた順番に並べてみました。こうしてみるとブラッキー家も随分増えたな。ブラッキーもエーフィーもポケモンをどんどん受け入れる性格なので、この先どこまで増えるか分かりません。果たしてブラッキー家はどうなってしまうのか。まあなんとかなるやろ。次の質問。フラエッテはこの先もずっと家族の一員ですか？これはおそらくフラエッテがこの先ずっと生きていくことを気にしての質問だと思います。もちろんだ。この先世代が進んでもブラッキー家は続いていく。フラエッテはずっとブラッキー家の一員だよ。次の質問。ミニブイズで一番好きなのは誰ですか？またポケモンで一番好きなのは誰ですか？私の相棒ポケモンはブラッキーです。そういう意味ではミニブイズで一番好きなのはミニブラということになります。しかし正直言うと、今の私は誰が一番好きなミニブイズなのか、誰が一番好きなポケモンなのか、もうよくわかんなくなってきています。ほう、それはどうして？ポケモンの動画をたくさん作ってるうちに、いろんなポケモンへの愛情がどんどん膨らんできてるからです。この間もポリの動画作ったらポリのことめちゃくちゃ好きになったし、その前のニャオハが体調崩した動画を作った時はニャオハやミミッキュのことがもっと好きになりました。大好きなポケモンが増えれば増えるほど一番って決められなくなっていくんだよな。みんな好きになっちゃうからね。だから今は誰が一番好きかというのは自分でもよくわからず、とにかくたくさんのポケモンが好きという状態です。多分将来私はポケモンたちへの愛が膨らみすぎて潰れて死にます。どんな死に方だ？ある意味幸せな死に方なのか？次の質問。動画にコメントできないのはなぜですか？そういえばアスカチャンネルの動画って中にはコメントできないのがあるよね。あれってなんでなの？ YouTube の AI がその動画を子供向けコンテンツに設定したからです。 AI に子供向けコンテンツに設定されると、その動画にはコメントが一切できなくなります。
ちなみにチャンネル運営者が子供向けでないに設定しても YouTube の AI が子供向けと判断すれば強制的に子供向けコンテンツにされます。強制なんだな。これの厄介なところは子供向けかそうでないかの判断基準が謎だということです。うちのチャンネルでも子供向けにされた動画とされなかった動画があり、判断基準がよくわからないんです。確かにうちの動画ってどの動画もそんなにテイスト変わらないよね。ひどい時は動画をアップした当日はコメントできていたのに、次の日になったら急に子供向けにされて皆さんのコメントが全部消されたこともありました。そんなこともあるんだ。こういうことを避けるためにもできるだけ子供向けコンテンツにされないようにしたいと思ってます。そこで今後はその対策としてゲーム実況部分を長くしようと思っています。どういうこと？他のゲーム実況チャンネルを見てると子供向けコンテンツにされてる動画はほとんど見当たりません。確かに考えてみたらうちのチャンネルぐらいだよね。このことからうちの動画が子供向けにされやすい原因はアニメ部分にあると考えて間違いないでしょう。この動画は可愛らしいアニメがメインだと判断されると子供向けコンテンツにされやすいと思うんですね。なるほど。だからゲーム実況部分を相対的に長くして、この動画はあくまでゲーム実況がメインですよってアピールしようってわけね。今回構築の解説とかをいつもより丁寧にやったのもこれが理由なんだよな。アニメ部分を短くするんじゃなくてあくまでゲーム実況部分を長くすることで対応しようと思います。これでどこまでコメント規制を避けられるか分かりませんが、とりあえずやってみます。それでも子供向けコンテンツにされちゃった時はアスカまた YouTube の AI にやられたかと思ってください。今回は以上だな。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。